こんにちは、こうたです。今回の動画は僕が夏にめちゃくちゃ履きたいなと思ってるシューズをカテゴリーに分けて紹介していきたいと思います。今年2026年も新しいシューズがめちゃめちゃたくさん出てきてますよね。細身のパンツにブーツインのスタイルだったり、バンズのスタッツシューズとかも新しかったり、あとハイテクのスニーカーとかも今年モード系が好きな方とかだったら気になってるのかなと思ってて、結構レースが深いシューズとかも出てますよね。個人的に気になってんのはアルチザン系のちょっとポエルとか辺のレザーシューズ気になってるんですけど、ファッションの中でも足元、シューズっていうのはトレンドがより出やすくて、足元を変えるだけで今っぽさっていうのは簡単に出せるのかなと思ってて、夏とかだとカットソーとかトップスってあまりレイヤードだったり、着こなしの幅っていうのが結構狭くなっちゃうと思うんで、足元にポイントでそういう今っぽいアイテムを持ってきてトレンド感っていうのを出す方が結構増えると思うんですけど、僕もトレンド感の強いシューズはめちゃめちゃ好きなんですけど、かといってトレンドのシューズって来年再来年とか結構履かなかったりするじゃないですか。結構僕も失敗してるシューズが結構多くて、それ最後にちょっと紹介しようかなと思ってるんですけど、トレンド感のアイテムっていうよりかは、今回は僕が長く履いてるレザーシューズだったり、このアイテムだったら長く着そうだなっていうシューズをちょっと紹介しようかなと思ってて、やっぱり買ってよかったなって思うシューズ系って、登場頻度が多かったり、使う頻度がもう単純に多い靴こそ買ってよかったなと思うシューズだと思うんで、かといって僕は結構トレンド感に合わせた着こなしが好きなんで、今の時代感とマッチしつつ、長く履けそうだなって思うシューズを軽く紹介していきたいと思います。最初に紹介するのが、コンバースですね。前回の購入品の動画でも軽く紹介したんですけど、最近僕コンバースにめちゃくちゃハマってて、モードっぽい着こなしがすごい強くなってきてる中で、トップスとかカチッとしたスタイルにコンバースで外すっていうスタイルが僕は夏ちょっとしようかなと思ってて、去年よりちょっとファッションシーン自体がクラシックだったり、カチッとしたスタイルっていうのが強くなってきてると思うんですよね。その影響でブーツだったり革靴っていうのを探してる方多いと思うんですけど、正直夏に革靴もいいんですけど、スニーカーでいいのないかなって探してた時に、やっぱり王道のコンバースがめちゃめちゃかっこいいんじゃないかと思って、最近このコンバースのオールスターのエイジド ACOX のスニーカー紹介させていただきたいんですけど、僕のスタイルとしてダークウェア系のかっちりとしたスタイルの中で、このコンバースがめちゃめちゃ相性いいんですよね。2005年から2008年ぐらいの海外スナップだったり、メンズノンノのスナップ最近よく見てるんですけど、かっちりとしたトップスとか、デザイン性の高いアイテムに、この辺のコンバースを合わせてるスタイルがめちゃめちゃ多いんですよね。当時の空気感の中でストリートにモードっぽいアイテムを合わせる着こなしのスタイルかなり感化されちゃって、コンバースにしか出せないこなれ感みたいなのがすごいかっこよくて、で、王道にブラックのコンバースもかっこいいと思うんですけど、当時の人たちの足元を見るとカラー系のコンバースで一個ずらしのスタイリングっていうのがすごい多くて、さっきも話したんですけど、トップスがレイヤードできない分、足元がかなりポイントになってくると思うんですけど、そこにブラックじゃない、また別のカラーを入れることによって、コンバースって王道になりがちのアイテムだと思うんですけど、王道になりすぎずスタイルに個性が出るっていうカラー系のコンバースっていうのがすっげーかっこいいなと思って、ソールの部分がヴィンテージ加工されてて、何十年も倉庫に眠ってたデッドストックを再現した雰囲気のスニーカーらしくて、1917年に誕生して、ヴィンテージ市場では60年代だったり70年代のコンバースが高値で結構取引されてるみたいで、この60年代、70年代の雰囲気を今の履き心地で楽しめるっていうラインらしくて、ちょっと脱色したような粗い加工が施されてて、ソールの部分は日焼けしたソールっていうのも表現されていて、このオフホワイト感がめちゃめちゃかっこよくて、すごい気に入ってますね。コンバースの復刻モデルは、
レースの部分が8ミリが多いらしいんですけど、このタイプは6ミリの細いシューレースを使ってるみたいですね。で、トゥーの部分は通常のコンバースよりちょっと低めのトゥーの地面に近いような作りになってて、よりちょっとクラシック感が強いスニーカーですね。価格は9900円で、僕はセールで7900円ぐらいで買ったんですけど、結構価格帯も買いやすいかなと思いますね。で、ここで話しておきたいのが、どのパンツと相性がいいかっていうのもすごい大事だと思ってて、結局スタイリングってシューズとパンツのバランスで全部決まるかなと思ってて、スタイリングで一番難しいところでもあるんですけど、僕的に今の気分でこのコンバースと相性がいいと思うのは、細身で少しフレアかかったパンツ、もしくはちょっとストレートのパンツが相性いいかなと思ってて、この辺のコンバースってアッパーがそんなに高くなくて、ソールもそんなに分厚いわけじゃないので、ワイドとか裾幅が広いパンツってあんまりこのシューズに対して靴が隠れすぎたり、裾が止まる場所がない分、引きずりすぎちゃってだらしない感じになりやすいんですよね。ダークウェアの着こなしを見ていても、スタイリッシュなストレートパンツとか、ナローパンツぐらいのシルエットで、溜まりすぎないパンツにコンバースをクリーンに合わせてる人がかなり多いんですよね。ストレートとか、少し細身のフレアとかだと、ちゃんとアッパーの部分にパンツが乗ってくれて、パンツの裾の部分が落ちすぎず、止まってくれるんで、結構その辺のフレアだったり、ストレートぐらいのパンツが一番スタイリッシュに合わせやすいかなと思いますね。今年は逆に黒じゃなくて僕はこっちのちょっとダークアンバーとかカラー系のコンバースをちょっと挑戦しようかなと思ってますね。で、次に紹介するのが、スタン・スミスですね。今年は特に足元にカラー系の、ビビッドなカラーだったり、原色のローファーだったり、そういうものを結構服好きの方とかおしゃれな方が最近履いてるのを SNS とかでよく見かけるんですけど、僕的には結構あの辺もおしゃれだなと思うんですけど、絶対僕は飽きるなと思って、僕は逆に白のスニーカーが今年特にいいのかなと思ってて、またちょっと雑誌の話になっちゃうんですけど、2005年から2007年ぐらいのダークウェア系の着こなしだったり、最近のファッションの温度感を見ていても、濃度感の強いアイテムに少しクリーンな印象を持たせるために、足元に無機質な削ぎ落とされたデザインのスタン・スミスっていうのが一番いいんじゃないかなと思ってて、デザイン性が効いてるダークウェア系の服装の人って今増えてると思うんですけど、歯止めが効かなくなって抜け感がなかったり、品がなくなってる人結構多いと思うんですよね。そこで白いスニーカーを入れると結構僕的にスタイリングのバランスが取れるのかなと思ってて、ちょっとモードっぽいアイテムにちょっとクリーンな印象を出すっていうのが、夏とか特にいいのかなと思ってて、当時の着こなしを見ていても、白パンに白スニーカーだったり、オールブラックにあえて足元を真っ白のスニーカーとかを持ってきて、ちょっと全体的な雰囲気を少しクリーンな雰囲気に落とし込んでるスタイルがすごい多いんですよね。スタン・スミスのこの余計なものがないミニマルなデザイン感って、モードのアイテムを一気にリアルクローズに落とし込んでくれるんですよね。ワイドパンチで合わせるのもかっこいいんですけど、最近のトレンドのアイラインのスタイルとかにもこのシューズの形はかなり相性いいかなと思ってて、ハードなアイテムを一気に足元をゼロの情報量にすることによって逆に邪魔せずスタイリングのポイントになるのかなと思ってて、今めちゃくちゃ足元を白で外したい気分でこのスタン・スミス履こうかなと思ってますね。で、他のカラー系だと僕が結構持ってるのがブラウン系のシューズも結構持ってるんですけど、このプラダのスウェードのシューズと、このカミオン、アワレガシーのカミオンも結構履いてて、ブラウンシューズ系も定番でスナップでよく見かけると思うんですけど、ブラウン系のシューズって大人っぽい雰囲気を残しながら、外しのポイントにもなるんで、めちゃめちゃ使いやすいかなと思ってて、カラー系って結構ハードル高いと思うんですけど、黒の次に使いやすいのがブラウン系のシューズだと思うんで、普段黒が多い方は、最初はブラウン系のシューズがいいかなと思ってて、足元をカラーで外すスタイルって、正直トレンドの影響が強くて、特に強いカラーだと、インパクトが強くて、印象に残ることが多くて、スタイリングの幅っていうのも、狭くて飽きが早いと思うんですよね。正直ブラウン系のシューズっていうのは
トレンドっていうよりかは定番のスタイルになりつつあって、毎シーズンデザイナーズのブランドにも出てるし、ブラウン系だとインパクトは他のカラーより落ち着きがあって、そこまで色で外してもわざとらしく外してる感もなくて、何足かあると結構スタイリングの幅っていうのが増えるのかなと思いますね。カミオンのこのディープアメリカーノのスクエアブーツはヒールの高さが4センチあって、ジップは YKK のジップクロージャー、レザーはイタリアのカーフレザー使ってて、長時間履いてても疲れないし、履き心地もそんなにきつくなくて、このパンツは高さもあるんで、ワイドからストレート、結構幅広く履けるのかなと思いますね。あと、この去年から履いてるプラダのスウェードスニーカーなんですけど、2005年に登場したモデルを現代的に再解釈した一足で、ドライビングシューズをベースに最近のプラダでよく見かけるボリュームのないちょっとスリムなスニーカーですね。デザインがすごい気に入ってて、プラダらしいこの上品なスウェードにこの有機的なデザイン感がすごい使いやすくて、ソールとかアッパーがボリュームないんで、地面に近い分ちょっと歩きにくいかなと思ったんですけど、デコンストラクトソールっていうのを採用してるみたいで、軽量で柔軟性に優れたソールらしいですね。このスニーカーは溜まりすぎず、ストレートぐらいのパンツとか、スラックス系と相性がいいかなと思いますね。3つ目に僕が紹介したいのが、ポインテッドトゥーのレザーシューズ系ですね。ヌルスのポインテッドトゥーのブーツと、折り身のエナメルのシューズと、このトラッカーズのブーツですね。今、僕らの事務所に置いてきちゃってないんですけど、アワレガシーのサイファーローファーを持ってて、ちょっと今なくて申し訳ないんですけど、ポインテッドトゥーのレザーシューズめちゃくちゃ使いやすくて、サイファーローファーを買ってよかったって思うのが、特にポインテッドトゥーでブーツタイプだったらよく見ると思うんですけど、このローファータイプっていうのがすっごい楽で、靴の脱ぎやすさって俺の中で結構重要で、ローファーでポインテッドトゥーのシューズを履けるっていうのが結構画期的っていうか、さすがアワレガシーだなっていう感じでめちゃくちゃ履いてるんですけど、あとポインテッドトゥーのシューズも結構トゥーの部分がすっごい重要で、いろんなトゥーの形があると思うんですけど、サイファーローファーのトゥーの形が一番かっこよくて、パンツから覗くトゥーの部分が一番洗練されてる形なのかなと思ってて、あとヒールの高さも結構しっかりあって、合わせるパンツの幅が結構あるんですよね。ポインテッドトゥーのシューズは特に夏が僕的によく履くんですけど、T シャツとかカットソー系、ちょっと緩めのアイテムが、夏はみんなよく着ると思うんですけど、そこにちょっとクラシックなポインテッドトゥーで、全体のスタイリングが結構締まりやすいかなと思ってて、トップスは緩くなっても足元がカチッとしとけば、全体のバランスは締まりやすいかなと思いますね。ウルスのブーツとか、折り身のシューズも、よく履いてるんですけど、値段は結構、10万近くしちゃうんで、この辺結構買えないよっていう方にお勧めしたいのが、このトラッカーズのブーツですね。僕これずっと昔から履いてるブランドなんですけど、日本国内の熟練の職人さんによって、製作されてる国産のショートウエスタンブーツなんですけど、イタリアから取り寄せた牛革を使っていて、もう3万円台のレザーシューズのクオリティだとめちゃくちゃハイクオリティで、履き心地もいいですし、長く履いてても全然疲れないんで、ポインテッドトゥー探してる方いたら、このトラッカーズのショートブーツ、すごいおすすめですね。I just want the max amount of myself. Looking for a faster route, and I don't really care what the past about. で、次に紹介するのがダービーブーツ系ですね。僕がよく履いてるダービーシューズ系が、JL のレザーシューズと、ジルサンダーのスタッツシューズと、ステファンのこういうストラップブーツですね。ダービーシューズってシューズの中では一番定番で、一番合わせやすいシューズで王道だと思うんですけど、王道だからこそシンプルなものを選んじゃうと、硬い印象だったり、ファッションっぽさっていうのを出すのが結構難しいと思うんですよね。かといってデザインが効きすぎると飽きちゃうと思うんですけど、僕的にはこの辺の3つのシューズが結構使いやすいかなと思ってて、JL のレザーシューズは僕が求めてた理想のレザーシューズで、
ミニマルな雰囲気でデザインが施されてて、派手でもないし、シンプルすぎない、ほんとちょうどいいレザーシューズで、本当に合わないスタイリングなくて、かなり重宝してますね。レザーはイタリアのカーフレザーで、ソールはテックブランドのロアのオリジナルソールを採用していて、レザーにあえてアウトドアブランドのソールを採用して、より歩きやすいレザーシューズになってますね。意外と今までこういうレザーシューズってなかったっていうか、スニーカーとかだったらこういう有機的なデザインあったと思うんですけど、レザーシューズでさりげなくこの違いが出るのはなかなかなかったんで、かなり気に入ってますね。ジェールのレザーシューズ他もめっちゃかっこよくて、ブーツとかローファーとかもめっちゃかっこいいんで、僕今年スニーカーも買ったんですけど、結構シューズ系がジェール特にかっこいいので、気になった方はぜひチェックしてみてください。次に、これも何回も紹介してるんですけど、ジルサンダーの 21AW のスタッツレザーシューズですね。アッパーの両サイドにスタッツがついてて、ヒールにも片方スタッツがついてるんですけど、かつさりげなくレースを通す部分もシルバーになってて、ジェールは結構幅があるんですけど、こっちは小刃が全くなくて、小刃がなければないほど結構スタイリッシュでクラシックな雰囲気が出るので、よりちょっと洗練されたシューズっていう感じで、ジルサンダーヘビースタッツシューズっていう名前の通り、ラバーラグソールを使ってて、程よくソールにボリュームがあるんですよね。5センチぐらい高さがあって、結構身長も盛れるんで、アッパーはスムースレザー使ってて、パッと見でこの高級感あるレザーの質感っていう感じですごい気に入ってますね。これも主張が激しくないけど、よく見たらデザインが効いてポイントになるシューズで、これも前から僕らの動画見てる人だったら、僕が死ぬほど愛用してるの知ってると思うんで、2時でしか今買えないと思うんですけど、この辺探してる方いたらぜひおすすめしたいシューズですね。あと、これがステファンのレザーシューズで、クラシックなダービーブーツにゴムのストラップがアッパーを覆うように張り巡らされたレザーシューズで、もう一目惚れで買っちゃいましたね。マンネリ化する夏のスタイルに、ほんと足元がこういうシューズあるとほんと全然違うんで、あんまり頑張ってファッションしてる感が本当に好きじゃないんで、足元にさらっとこういうちょっとアルチザンっぽい雰囲気のあるシューズっていうのを持ってきてダークな雰囲気にするスタイリングっていうのは毎年やるスタイリングで、特にこのステファンのレザーシューズのデザイン感はかなり気に入ってて、ステファンは他にもめちゃくちゃかっこいいレザーシューズたくさん出してて、正直もう僕最近はステファン洋服よりレザーシューズばっかり見ちゃってて、他にも僕ブーツだったりローファータイプのステファンも持ってるんですけど、モードっぽい格好が好きな方はステファンのレザーシューズ、多分毎年チェックしてると思うんですけど、かなり僕も好きで、特にこれはめっちゃおすすめですね。で、次に紹介するのがわらびタイプのシューズですね。僕は2つこのわらびタイプのシューズ持ってるんですけど、で最近特に使ってるのがパドモア&バーンズのレザーシューズとクラークスとパフのコラボのアイテムですね。で、特にこの最近買ったパドモア&バーンズは本当に使いやすくてめちゃくちゃ買ってよかったですね。アッパーが1枚の革で構成されているプレーン2のデザインで、引き口が U 字のモカシンと呼ばれる北米の先住民が履いてた形らしくて、着脱がすごい楽なんですよね。このブランドは知ってる方多いと思うんですけど、1934年からあるアイルランドのブランドなんですけど、クラーク支社にフルモカシンシューズを提案して、ワラビーとかナタリーの生産を60年代からやってた経歴があるブランドで、現代のカジュアルシューズの本家みたいなブランドなんですよね。モードっぽい格好も好きなんですけど、こういう都会っぽいスウェード系のレザーシューズすごい探してて、スウェード系のレザーシューズって結構お値段もし
ってなかなか買えないじゃないですか。ってなった時に、これが定価が36,000円で、セールで僕買ったんですけど、28,000円ぐらいで買いました。デザインはシンプルなんですけど、ハンドステッチだったり、スウェードで深さがあったりして、しっかりとした都会っぽいシューズで、これは本当トレンド関係なく履けるかなと思ってて、ワイドからデニム、ストレートから細身まで合わせやすいレザーシューズで、この夏かなり使おうかなと思ってるレザーシューズですね。で、こっち系のワラビー系って、ワンサイズダウンがすごいおすすめで、普段スニーカー28センチなんですけど、そのノリで買ったらめちゃくちゃでかくて、ワンサイズダウンして、買うのがおすすめですね。で、このパフとクラークスのコラボのシューズなんですけど、これは去年出たやつで、クラークスの創業200周年を記念する特別なプロジェクトとして制作されたシューズで、こういうクラックスのステッチの部分がアシンメトリーにステッチが施されていたり、この紐の部分も独自のシューレースらしくて波打ってる感じなんですよね。で、かつソールもクラークスがよく使ってるクレープソールではなくビブラムソールを採用していて、よりパフっぽさの都会っぽい有機的な雰囲気の要素が組み込まれてるシューズで、これもクラックスなのにモードっぽく履けるシューズですごい気に入ってますね。たまに僕も都会っぽいちょっと抜け感があるスタイルをするときとか、モードっぽいアイテムにあえてこういう都会っぽいレザーシューズを合わせて抜け感を出すときにこの辺のワラビータイプのシューズは結構使うことが多いですね。はい、ということで、とりあえず最近の気分で履きたいシューズをいくつか紹介したんですけど、ちょっとまだブーツ系とか最近買ったコラボのアイテムとかはまだ紹介しきれてないんで、ちょっと第2弾でまた紹介しようかなと思います。今回の動画が僕の中で長く履けるんじゃないかっていうシューズを紹介したんですけど、逆に失敗したシューズってなんだろうと思った時に2つぐらい特に失敗したなっていうのがあって、デザインはすごい気に入ってるんですけど、登場頻度があまりにも少なくて、ディコエンスとモンクレーのコラボのスノーブーツとかはなかなかやっぱデザインが効いてるし、かつかなり重いんでそんなに履かなかったかなっていうシューズでしたね。あと一つは昔ジャックポットの動画で買い物動画で買ったグリーンのスニーカーなんですけど、あれもかっこいいんですけどトレンド感が強くて結構飽きるのが早くて全然履かなかったですね。シンプルすぎるレザーシューズ、ベーシックすぎるレザーシューズもあんまり履くことがなくて、程よいデザイン感があるレザーシューズが結構好きなんで、デザインは効きすぎずシンプルすぎないデザイン感、今回紹介したデザイン感ぐらいのレザーシューズをよく履くことが多いですね。はい、ということでざっくり紹介させていただいたんですけど、皆さんが特にこのレザーシューズはめちゃめちゃ履いてるなっていうシューズがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。ということで最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。